こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラーベーシック38になります。今回はサロンで定番のセミロングレイヤーをカットします。今は多くのヘアスタイルをウェットカットとドライカットを行います。ドライでカットする理由としては、より細やかな毛流れや髪の厚みの偏り、毛先の表情など見極めやすくするためです。ドライカットの重要性が増していると言えます。ドライカットとそぎによってアレンジしやすいセミロングレイヤーをカットします。誰でも簡単にカットすることができますのでチャレンジしてみてください。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。では早速動画をご覧ください。今回はサロンで定番のセミロングレイヤーをカットします。ロングヘアはスライス幅も厚めでやる工程が少なく済み覚えやすいカット方法です。アウトラインをワンレングスでカットし、その後顔周りの段差を作り、トップにレイヤーをプラスします。この方法はロングレイヤーヘアカットの仕方基礎講座5でも紹介していますので、詳しくはそちらを見ていただくことをお勧めします。同じ工程でドライカットでも毛先にチョップカットしていきますので分かりやすいと思います。もちろんロングレイヤーでも同じようにカットすることができます。まずブロッキングは前頭部と後頭部を耳の付け根の後ろで分け取ります。第1ブロックバック部分はアウトラインの目安になるようにブロッキングラインを取ります。ワンレングスをカットするときはお客様の頭を少し前に倒してもらい、頭が戻ったときにワンレングスになるようにします。3等分に分けてカットします。真ん中部分の幅は首の三つ襟の幅になります。ここからまずは床に平行にワンレングスでカットします。次に上のブロッキングラインを目安に少しカーブをつけたカットラインにします。反対側も同じようにカットします。バックの形はもちろんストレートラインでも良いのですが、個人的にはカーブをつけた丸みを持たせた方が柔らかく感じ好きです。その他にも理由があります。体型をきれいに細く見せるにはカーブを多くつけてやると身長も高く細く見えます。逆に身長が高すぎるとかなぜ型で肩幅が広く見えるようにしたい時などは直線ラインがおすすめです。そして両サイドの長さを確認後、上のブロックへと移ります。前頭部と後頭部を分けます。フロントサイドはアウトラインの目安になるように目尻の上がったラインから斜めスライスに取ります。バックをガイドに上のスライスラインを目安に少しだけ前上がりにカットします。反対側も同じようにカットします。両サイド同じ長さにカットできているかどうか確認します。
次にトップ部分を下のガイドに合わせてカットします。反対サイドも同じようにカットします。アウトラインがカットできたらフロントからカットしていきます。まず両サイドの長さを決めるためにトップセンター部分をその人の瞳の中心を目安に毛束を取り、顎の下ぐらいを目安に長さを確認後、床に平行にパネルを引き上げガイドを作ります。次にセンターで分け、目尻の上がったラインぐらいから毛束を前方方向に45度ぐらいの角度に引きカットします。次にフロントサイド部分を前のガイドに合わせてカットします。バックセンターまで頭の丸みに沿ってシェイプしてカットしていきます。反対側も同じ要領でカットを進めます。次にトップ部分のガイドを作ります。やはりモヒカン部分の幅は瞳の中心ぐらいの横幅を取ります。上に引き上げてみるとこのようにバッグが長くカットされています。横に落ちた時を想定して長さのバランスを見ながらバッグが長くなるようにカットします。すると横に落ちた時に後ろが少し長く切れ、髪が後ろに流れやすくなるので、トップ部分はバッグが長くなるようにガイドを作ります。先ほど切ったモヒカンガイドの延長線上でバッグをカットしておきます。次に前頭部と後頭部を分けます。このように前頭部と後頭部を分けたら、まずバックセクション、このモヒカン部分を分け取ります。トップの長さが下に落ちた時にどのくらいのバランスになるかを確認後、頭皮に直角に引き出し、レイヤーにカットします。これで真ん中にガイドができましたので、放射状にパネルを取り、オンベースでカットしていきます。
反対側も同じようにカットを進めます。次にその下の毛束をカットします。毛束を引き上げるとワンレングスに切ったガイドがわかります。今回はアウトライン厚めに残したいので、厚めに残るようにパネルを引き上げカットします。その角度をキープしてフロントサイド方向にカットします。注意点は、耳周り付近はバックと違い下に紙がないので、同じような厚さが残るようにパネルを引きカットを進めます。こちら側も同じようにカットをします。フロントサイドのカットに入ります。バックとトップセンターにガイドがありますので、フロントサイドのアウトラインの厚みを残し、オンベースで前方向にカットしていきます。こちら側も同じようにカットを進めます。これでウェットカットの終了になります。今回はバッグのここのところに極端なくぼみはできません。なだらかなレイヤーになります。では乾かしてからドライカットして仕上げます。はい、乾きましたのでチョップカットやそぎを入れていきます。チョップカットの入れ方は先ほどブラントでカットしたところを順番にチョップカットしていきます。まずフロントサイドから入れていきます。フロントサイドは前方向に引くのではなく、このような方向に引きチョップカットをします。このように引くことで毛先がより薄くなります。こうすることでフロントサイドの紙が薄くなったのがわかると思います。反対サイドも同じようにパネルを引き出し、毛先をチョップカットします。このようにパネルを後ろの方向に引き上げることでより毛先が薄くなります。次はバックトップ部分をチョップカットを行います。
フロントサイドに向かってチョップカットを進めます。もちろん反対側も同じように入れていきます。バック中間部分もチョップカットします。できましたら、このトップモヒカン部分を取り出し、毛先をチョップカットします。次にバック部分内側を削いでいきます。頭の丸み沿ってウィビングの要領で削ぎを入れていきます。反対側も両方の毛量も感じながら削ぎを入れていきます。中間ブロックも根元近くに入れていきます。トップ表面には毛先をチョップカットしているのであまり入れません。フロントサイドウィッグの場合、もみあげ付近が重いのでここにそぎを入れていきます。なるべく表面に出ないように入れていきます。反対サイドも同じようにします。毛先はすでにチョップカットが入っていますので、重たいと感じるところに入れていきます。
この辺が重たいので上に引き上げチョップカットします。これで前から見た時に柔らかくなりました。はい、これでそぎの終了になります。今回はアイロン仕上げで行いたいと思います。フロントサイドを分け取り内側に巻き込みます。フロント部分は縦ロール風に巻き込みます。上の部分も内側に巻き込みます。前髪は縦にリバース方向に巻き込みます。バックセンターも襟足内側は毛先を下側に巻き込みます。中間部分は縦にリバース方向に巻きます。トップは根元が立ち上がるように角度を上げて巻きます。バックサイド下側は内巻きに、中間部分は縦巻きに巻きます。トップ部分は毛束を少なく取り、根元の立ち上がりをつけるようにかけます。
アイロンが駆け上がりましたので、呼吸メローバームを手のひらで伸ばし、全体の髪に伸ばしていきます。特にバッグの内側からよく伸ばし、前髪方向へと薄くまんべんなく伸ばします。バッグから下の毛束を前方向に持ってきて、後ろは立体感と毛流れ、毛先の表情を確認しながら仕上がりになります。出来上がりました。はい、仕上がりです。はい、今回はサロンで定番のロングレイヤーをカットしました。正確な土台のカットをしっかり行い、ドライしてから毛先の表情や軽さを出しています。ドライカットで毛艶や手ぐしによって自由にいろいろな表情を見せられるようにカットしていきます。今回次のウィッグ練習を考え、前髪長めですが、前髪をいろいろな長さに変化させることでヘアスタイルのバリエーションは増えると思います。前髪カットの仕方、カットの仕方基礎3も参考にしてください。概要欄に記載しておきます。それでは皆さん、もしこのチャンネルが良いと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。